こんばんは、小田レモンです。先日発売された富士フイルムの XS10 を購入しました。今回はファーストインプレッションということで、触ってみた感想などを話していきたいと思います。まず全体的な所感を言いますと、大変満足しています。満足している理由は3つ。自分の手にフィットする大きさだったこと、期待通りの写りだったこと、質感が良く所有感が満たされたこと、この3つです。今挙げた点はもともと発売前から、もしくは事前のレビュー動画でも多く言及されていたところでもあります。重さもちょうどよく、質感も価格からしたら十二分といったところです。写りも期待通り、いや期待以上だと思います。僕は冬のキャッシュバックキャンペーンで対象になっていた 35mm f1.45 を買ったのですが、このレンズとの相性も抜群です。僕はオートモードで写真をよく撮るのですが、そういう方でもフィルムシミュレーションのプリセットを都度好きなものに変えるだけで自分好みのいい感じな写真が撮れちゃうので、とても楽しいです。このシャッターを切るのが楽しいというのも XS10、ひいては富士フイルムのカメラを選ぶ最大の動機かもしれません。実機見なくてもいいから買えとまでは言いませんが、強くお勧めしたいカメラですね。はい、ということでだいぶベタ褒めしてきましたが、ここからは実際に使ってみた後に思ったことを、いいところも悪いところも合わせてお話ししたいと思います。液晶画面のところ、液晶画面が少しへこんでいるので保護フィルムが貼りやすかった。これはいいところでした。ダイヤル部分のところがプリントみたいな感じではなく、ちゃんと彫ってあるような感じの作りになっていました。これもいいところだと思います。動画の、録画開始をシャッターボタンには割り当てられないみたいです。α6600 はシャッターボタンに録画開始の機能をつけることができるので、ここは本当は統一したかったんですけれども、XS10 ではどうやらできないみたいです。もしくは設定をちゃんとしてあげれば同じようなことができるかもしれないので、ここは僕が知らないだけという可能性もあります。電源のトグルの部分ですね。ここのところの作りが若干甘いというような記事を見かけました。僕自身としてはこんなものなんじゃないのかというふうな感じで、特に不満は感じなかったんですけれども、α6600 と比べてみるとちょっと甘いかなっていうような気はしました。ですがほとんど気にならないような感じです。背面のメニューボタンがフラットっていうところ、押し込むような形で押さないといけないので、若干押しにくいかなというふうな気がしました。それからフラッシュの部分ですね。パーマセルとかを貼りたい人はですね、ここを注意した方がいいかもしれません。ここの屋根の部分からそのまま開くので、富士フイルムのこのロゴマークとか XS10 とか、こういうところはしっかり、この部分だけに切り取って貼る必要があります。それからついでにこのフラッシュの部分なんですが、天井バウンスみたいなことはできない、上向きにできないということですね。真正面、レンズと同じ方向にしか向かないようになっているようです。僕あんまりフラッシュを使わないので、これはどうなんでしょうかね。それからちょっと細かいところですけども、メモリーカードがちょっと取り出しづらいかなというふうに思いました。α6600 の方はバッテリーの短い辺の方にスロットがありまして、押し込んだ時に、すごいつまみやすいような構造になっています。一方で XS10 の方はバッテリーの長い辺の方に、スロットがありまして、でここの付け根とそのバッテリーのその開口部っていうんですかね、ここの付け根のところがすごく近いので、同じようにつまもうとするとね、指がちょっと邪魔になってきます。ここはちょっと取り出しづらいなというふうに思いました。XS10 にはタリーランプがついているんですけれども、このタリーランプ前面の部分がですね、ちょっと眩しいぐらいに光ります。こんなに光るかっていうような感じでつくので、これは悪いというよりちょっと気になったなというところです。もちろんこのタリーランプっていうのは消すこともできるので、差し当たりすごく困ってるってわけではないんですけれども、意外と眩しいのでちょっとびっくりしました。はい、それから、マイクなんですけれども、僕が使っているこのゼンハイザーの
無線のワイヤレスマイクをつけるとですね、マイクがモノラルとして、L の方、左の方にしか入らないというような状態になりました。これはこのゼンハイザーのワイヤレスのマイクがこういう風になっているのか、それともその XS10 側の問題なのか、ちょっとよく分かってない状態ですね。このモノラル信号をもう同じように R の方に、要はステレオ録音2チャンネルっていうことですかね。2チャンネルで録画するっていうことができないような気がしています。これもちょっと僕がまだ、深掘りできてないというか、設定の仕方が分かっていないっていう可能性もあるので、でも一応、挿した普通にノーマルの状態で外部マイクを挿そうとするとモノラルになる場合があるということですね。モノラルというか1チャンネルになるっていうことですね。はい。それから USB-C。これがね、便利です。僕は Android を使っているんですが、この Android と同じ線でそのままカメラにブスッと挿すことができます。これはね、非常に便利です。バッテリーの持ちなんですが、ここはちょっとやや心配かなという感じです。2、3個、3個は買わなくてもいいですけども、2つはあってもいいかなというふうに思いました。バッテリーチャージャーもですね、これはついていないので別途購入する必要があるんですけれども、バッテリーチャージャーもね、多分必須になるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでエンディングです。とりあえずのファーストインプレッションでしたが、何度も言うようにめっちゃいいということです。個人的にはね、今年買ってよかったものランキング堂々1位なんじゃないかと思えるくらいです。マジで荒探しするくらいでしか不満点があまり見つかりませんでした。ただまだ買ったばかりなので盲目になってるっていうのは否めないと思います。なのでじっくり使ってみて、また改めて所感を話す動画を作ろうかなと思っています。スペックやね、製品のアピールポイント、例えば手ブレ補正とかに関しては、すでに多くのレビュー動画が多分上がっていると思うので、今回は割愛したいと思います。一購入者の意見として参考にしてみてください。それでは以上です。